失われた町模型復元プロジェクトというのは、2011年3月11日に起こった東日本大震災、その大津波ですごくたくさんの町が被災をして、見る影もないぐらいに壊れてしまった私たち映像で見まして、で学生や建築家の仲間たちと何か一緒に被災地のためにやれることないだろうか話し合っているうちに、被災前の津波が来る前の町の風景を模型で再現しようという取り組みです。でこれは2つの意味があって、まず第一に私たち建築関係の人間が東北に馴染みがない人たちもたくさんいた中で、一体そこがどういう街並みでどんな豊かな日常があったのかということを理解したいなと。理解した上でじゃないと何か被災地に行っても建築の専門性を生かしたお手伝いや何かそういったケアというのはできないんじゃないかというようなふうに思い至りまして、でまず自分たちが知ることからまず始めようと。おそらくそういう模型は被災された現地の皆さんも見たいんじゃないかというふうに考えまして、自分たちが被災地を知るっていうこと、知ることによって思いを寄せるということ、それからその模型を現地の人たちに届けるといいますか、愛着のあった街並みを見てもらうということ、2つの目的で作ってはどうかと。東日本大震災は沿岸部南北550キロにわたって津波の被害を受けましたから、被害の大小はあれど非常にたくさんの町や集落が物理的な被害を被ったわけですね。もし全部復元するっていうふうにしたら、何人の学生たちと一緒にやれば何年かかって作れるだろうというようなことを本当に震災から2週間後ぐらいに学生たちと話し合って、神戸大の学生や神戸大だけでできるものではとてもないと、全国の建築学生の力を結集するような形でやらないとできないんじゃないかと思いまして、当時建築家や大学の先生が震災直後にネットワークを組んで被災地支援をどのように行うかということを話し合いをしていたんですけれども、メールでお伺いを立てたんですね。その晩のうちにすごくたくさんの建築家の方から「それはいいね」と。で自分が教えてる大学の学生たちもぜひ参加させたいから一緒にやりましょうと返事をいただけてですね、それでこれはきっとやれるんじゃないか、どうなるのかわからないけれども、まずは模型だけでも街を元通りにしたいというようなそういう強い何か思いに駆られたっていう感じなんですよね。建築家の仕事っていうのはまだ立ってないものをどうやって実現するかっていうことを考える仕事でもあるので、この復元模型で東日本の被災した村を全部作ろうという目標を立てた。そこから現実的にはどれぐらいの時間や費用やパワーがかかるだろうかっていうことを研究室の学生たちと具体的に計算し始めて、今ここに置いてある模型はですね、縮尺が500分の1といいまして、1メートル四方で1メートルが500メートルを表している、そういう縮尺の模型なんですね。こちらの模型は、1メートル四方の模型が4つ組み合わさって正方形になって2メートル四方になっているので、ちょうど1キロメートル四方のエリアを模型で再現しているというものなんですけれども、そういうふうにマスで割った時にですね、この1メートル四方の模型、500分の1の1メートル四方の模型を1ピクセルというふうに、写真の画素数のように数えた場合に、国土地理院が発表していた被災状況の航空写真を
にこう500メートルのマス目を切ってそれで数えるとだいたい1,000個強1,000個ぐらいこの1メートルのこれを作れば津波で被災した町や村というものを全部復元したことになるという計算を4月の時点でしました。1,000個っていうことは1年間に100個ずつ作ったとしても10年間かかるっていうことを想像しながらいろんな大学と組んでですねやり始めて、結果としては、このプロジェクトは非常にうまく理解を得られて被災地の皆さんにも喜んでもらえて、結果10年以上今もまだ続いているという形ですね。被災した後には復興がありますから主に建築家はその次の未来を作ったり提案していくということも非常に大事な仕事ですし普段やってる仕事をそのまま生かすとすればそういう部分だろうというふうに思います。ただ新しいものを作る際にも必ずその立つ場所の理解をしっかりとしてリサーチをして地形からそこの社会からどんなふうにどんな方位で立ってるかとかそういったことを周りの建物のこととか全て一応頭に入れてどういう新しいものができる可能性があるかということを考えるっていうのが、建築の設計の通常のやり方なので東日本の場合はハードが壊れただけではなくて社会のいろんな仕組みまで全て傷ついたというかそもそも敷地境界線がどこなのかとかあるいはその何か周りに働く場所があるのかとか買い物するお店があるのかとかそういったことも全てご破算になるようなそういう被害を受けた町も多かったわけですね。そんな中でいきなり新しいことをお手伝いしますっていうのはちょっと言えないなということはやっぱり自然に感じましたね。その模型のプロジェクトは実現できるかどうかもわからない壮大なまず企画だったんですけれども建築家として設計を進めていく人生っていうものを仮にちょっと止まったとしてもまずこれをやんないとこっちの模型のことなりこの復興支援のことを何かやらないと、設計も胸張ってできなくなるなって年齢と立場と自分が今までやってきた建築やいろいろお世話になった方への思いとかいろんなことを踏まえてこれはもうやらにはいかんって思いましたね。はい、この模型で被災した地域の規模というものを体感することっていうのを考えたんですね。で当時ざざっと計算すると埼玉スーパーアリーナが模型で埋まるぐらいのそれぐらいの被災をしたんだということが空間的に想像できるなという話を当時していましたね。モジュールを作るということは共通言語を作ることでもあるので被災したということを、空間的な出来事として、被災地の方々と外にいる私たちのような外の人間とが、共有するということを一番大事に思ったので、ちょっと地域の町の真ん中に線は入ってしまいますけれども、いろんなところに運んでいけるということを優先しましたね。はい、航空写真とか情報ネットや地図とかから集められる情報で気仙沼市の南気仙沼という、駅があったその一角の500メートル四方を、ちょっとサンプルとして作ってみたんですね。データを重ね合わせて模型用に図面を起こしていくんですけどただやっているとそれだけの情報ではとても情報が少なくて模型で再現して街並みにしようとするとわからないことがものすごく多くなるんですね。いつの時点の何を作るのが一番いいのかというのは一概に決められないなと。模型を作るためにまず現地に持って行って話聞かないとわからない
というふうになったんです。わからないことを話を聞きながら模型を補修してで、ついでに色も塗るんじゃないかなっていう話になったんです。特に、家の屋根の色、模型は上から見るんで屋根がよく見えるんですが、模型の屋根の色は航空写真からでは正確にはわからないんで、家の人がうちの屋根は赤いトタンだったよとか黒い瓦だったよとか、そういうことを聞いてその色を塗るっていう方が現地の人が言ってんだから、それが仮に間違っててもそれでいいじゃないと。でなんかそういう模型の作り方もあるんじゃないかっていうふうな話をして、ゴールデンウィーク明けぐらいにその2011年のですね、その1個の模型を気仙沼に持ってったんです。情報ボランティアという形で学生たちが泊まり込みで、気仙沼市に行って、その間にいろいろわからない情報とかそういうのも聞くということで行ったんですね。でその時に手土産ついでにその作った模型を持って行ったらどうかと。で市役所にはロビーとかこうあるんで、そこでこれ作ったけど置かしてくんないかっていうのを頼んでみようということでゲリラ的に模型を置かせてもらったんですね。でそしたらもうその日から各避難所から奥様方が皆さん来られてたんですね。でその方々の目に留まって一体これは何だと。で南気仙沼の街並みを模型で学生たちが模型で復元してきたんですって言って、そしたらみんなうわーってなって集まって、ですごく盛り上がったんです。でじゃあ皆さんでこれちょっと色を一緒に塗りますかという話になって、そしたらその奥様方の盛り上がりで市役所の皆方も理解してくださって、ちょっと空いてた和室を結局1週間そこで借りていきなりワークショップ始まるんですね。で、白い模型ですから街路樹とか駐車場のこうとか車とか典型もないですし、道路の色塗ったり建物駅舎の前にあった時計台とか、当時気仙沼はお店もやってませんから皆さん山で拾ってきたとかいろんな材料に絵の具塗ってそれでこうバーッと色つけ始めたんです。それをみんなでやってたら震災の、応援でこう全国から放送局やそういう取材班が来てて、楽しそうにこう住民の人たちが街の模型を作っている映像っていうのを、皆さん面白がって、紹介してくださったんですね。そうやって作ったワークショップの模型って、ものすごく楽しげな、おそらく本当の風景以上に生き生きとしたような感じに作られてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、いろんな話をしてくださるので学生たちに一言一句漏らさずそれを記録しようと、ポストイットに虫ピンをこう貼り付けたそういう旗を用意して、そこにこう書いてブスって刺すっていうようなことをやってました。で場所に言葉を置いていく、こうそれぞれ愛着あった場所の記憶っていうものを、それが積み重なることで何かこうその社会全体がその場所をどんなふうに使っていたかっていう空間の作りみたいなものの、それがハードだけではなくて住んでいた人たちのこう心の中にあった空間の構造みたいなものがこうなんか重なり合って見えてくるような気がしたんですね。そこで来られた高齢の女性が模型ワークショップ来るまでは震災以後完全にこう震災の前5年10年ぐらいがスパッと記憶が全く思い出せなかったと。でその方が模型ワークショップに来て、こう覗き込んでいるとそこでみるみる思い出していくっていう、それで顔色も変わって目つきも変わってみるみるもう本当に記憶がバーッとつながったっていう、取り戻したっていう表情をカメラで撮ってるのを見たんですよ。このワークショップが持っている意味っていうのが本当に建築のだけにとどまらないんだなっていうのを感じた瞬間ですけれども、やっぱり本当に私たちっていうのは思い出とかそういうものをある種
空間にこう貯金しているような感じっていうんですかね。この場所にこの記憶を置いておくっていうような形で、かなりな記憶はその場所とつながっているっていう模型で復元しようと思った時に、こう感じたことっていうか、建築学生というのはとてつもないパワーを持っている。僕は仙台にいた時に卒業設計日本一決定戦という仙台デザインリーグというイベントの手伝いを学生たちと一緒にしていて、それはすごい大きなイベントで全国から建築学生が卒業設計を日本中から集まって500点ぐらい集まるんですね。とにかく学生の模型の力には舌を巻いてました。でまずこのパワーを何か復興っていうものに生かせないかと。目的はこう違うけど、でもこのパワーをちょっとこう被災地に向けてうまく使えないかっていうことがすごくあって、そう思ったんですね。建築をやってると、僕らも設計の時に模型作っていくとみんな理解してくれるんですよ。図面では広さとかは分かるけど、どんな空間になるかはやっぱり分からないです。模型だと背景の情報だったとしても山がこう稜線で見えてる、そしてそれがこう、視点を変えるとこう動いていくっていうようなこととか、そういうものはすごく、理解にこう助けになったんじゃないかなというふうに思いますね。模型を囲んでちょうどいい距離感で何人かがこう模型を囲んでですね、ここはこうだったとかここはああだったとかそれぞれに話していると、その人の思い出した記憶につられて、ああそうそうっていうことでこう反応し合って一緒に思い出すみたいなそのことが起きるんですね。その町のことについて共に記憶を共有するっていう時間を過ごすことは、被災した皆さんのグリーフワークっていうか、亡くなったものを悼むようなそういう作業として、思い出話に花を咲かせるっていうようなその対象としてはすごく良かったと思います。はい、12年目に突入しているようなところなので、特に早い時期のメンバーはもう大人になって大学の先生になったり建築家になったりいろんな社会のいろんなところで活躍するようなメンバーも出てきています。大学の数という意味では21大学の研究室でやってますね。人数でいうと2000人ぐらい延べで2000人ぐらいなんじゃないですかね。この現地に模型を持って行ってやるワークショップを大体この10年間で60回ぐらいやってるんですよ。60箇所でやってるっていうのがこうまとめてみると驚きの数なんですけど、いろいろ求められるがままにとにかくいろんな機会をいただいて、やってたのでそれぐらいの数になったと。まだまだ被災地は復興が済んだわけでは決してなくて、ようやくまちづくりの段階にシフトできたっていうできてないところもまだありますけれども、でも前向きにこう進めるようになってきたっていうようなところが多いのかなと思いますね。で一方で福島の原発で避難した自治体なんかは、もう 2,3 年前から線量が下がったところに関しては帰還が始まってるという現状ですけれども、でも実際のところはやはり2割にも満たない、ような状況で10年間こうやっぱり人が住まないという状況になると家とか建物傷みますんで、みんな取り壊していくんですね。なのでこの5年間ぐらいで福島の避難した町は一気に町並み変わりました。更地に一気に戻ったっていうと、小学生とか中学生のもともと町の思い出を覚えてないような子どもたちが新しくそこで
学び始める、育ち始めるっていう状況において、こういう模型を使って語り部の授業をやったりとか、なんかそういうふうに使ってもらったりもしています。これからは、ますますこう、多くの人が建築や街を作るということにいろんな形で参加をしていく時代だと思います。場所を作っていくというものは、その場所に潜在的に眠っているような可能性っていうものを、建築の力で掘り起こして展開するっていうような見える化するっていうことが建築の一つの重要な役割になっていくと思うんですね。でこれからどんどんその場所の概念っていうのはこれから IT がさらに普及していくと、今まで私たちが認識してきた場所っていう概念じゃない、もっと違う場所で愛着の持ち方もこの模型の愛着の持ち方よりもさらになんか超えたような多重的なそういうものになるかもしれませんし、そういったことが経済を動かしていくっていうことにも僕はなっていくんじゃないかと思いますので、場所を作るプレイスメイキングというものの一番の牽引役が建築だというプライドを持ってやってほしいなと思います。